手縫いで作るポーチの作り方です。内側には内布がついていて、縫い目が見えないので手縫いでも綺麗に仕上がります。今回はこのメロンの生地を使いました。内側には種もあります。接着芯を貼らずに作っています。表と裏はオックス生地ぐらいが縫いやすいです。材料はこちらです。横23センチ、縦16センチの表布が2枚と裏布2枚、それと20センチファスナーです。表布にファスナーをつけます。ファスナーをこちらが開く側にして裏返して布端から5ミリくらい開けたところにクリップで留めます。針に糸を通します。このように2本にして長さは35センチぐらいにして端を玉留めします。こちらのファスナーの上端を縫っていきます。端から1センチぐらいのところに針を出して少し戻って横に出します。ここから並縫いで縫っていきます。ここは少し大きめの目で大丈夫です。後で裏布とつなげるときに少し細かい目で縫うので、ここは1センチおきぐらいでも大丈夫です。ちょっとかなり粗いですが、これでも大丈夫です。端まで縫います。端まで縫ったら手前に少し戻って針を出してここで玉留めしておきます。このようにファスナーがつきました。反対側にも表布をつけます。表布を置いてちょっとこのように開くようにして合わせてクリップで留めます。こんな感じに生地はなっています。さっきと同じように端から端まで縫います。ここも端から1センチぐらいのところから出して少し戻って横に針を出します。ここから並縫いをします。このように同じように縫いました。持って縫うのが不安定だったら机の上に置いてこのように置いたまま縫っても大丈夫です。端まで縫ったら手前に針を入れてここを玉結びします。裏布を縫っていきます。ファスナーの見える方を上にして裏布を中表側を内側にして合わせます。ひっくり返して上を揃えてクリップで留めます。次はさっきの縫い目の半分ぐらいの縫い目で端まで縫います。縫う時はさっき縫った縫い目の下を縫います。ちょっと端にファスナーがあって縫いにくい時は移動させて縫います。こちらは細かい目で縫うので糸はこのように同じように2本にして端から端までが40センチになるぐらいに切ります。このように2枚を重ねて同じように縫い目の下に針を出して少し戻って針を出します。ここから縫い目の下を少し細かめの
縫い目で並縫いをします。縫い目の下を縫うときに縫いにくいなと思ったら、縫い目の下に線を引いても良いかと思います。縫い目の上に定規を重ねて、このようにガイドの線をつけて、この上を縫っても良いと思います。このように端まで縫ったら、また同じように少し手前をすくって針を出して玉結びをします。このように縫えました。反対側にも裏布をつけます。ファスナーと縫い目が見える面を上にして裏布を裏返して合わせます。クリップで留めます。裏返すとこのように縫い目が見えてます。さっき縫ったところを縫わないようにちょっと下に置いておいて、縫い目の下を端から端まで同じように縫っていきます。ここできれいにアイロンを当てます。金属ファスナーの時はそのままで良いですが、普通のファスナーを使う時は必ずこのようにファスナーの上に当て布をしてアイロンを当てます。ここできれいにこのラインをアイロンを当てておくと仕上がりがきれいになります。裏側もこのように開いてアイロンを当てておきます。ファスナーの上に布をかぶせて、この端にアイロンを当てます。表同士裏同士を合わせて留めます。ファスナーのところはこの縫い代が表側に倒れるようにこのようにして切り替えのところを揃えて留めます。ファスナーは内側に開いておきます。4つの角を 3×3 センチ切り取ります。マチにするとこです。角から3センチこの四角を切り取ります。4つの角全部同じようにします。このように 3×3 センチを切り取りました。裏布の底に返し口の印をつけます。真ん中くらいに7センチ印をつけます。まっすぐの線を縫いつなげていきます。この返し口のあるところだけ、ここの返し口を開けて縫います。まず返し口のところから縫ってみます。縫い代は1センチで、ファスナーをつけた時と同じように最初に返し縫いをして最後も返し縫いをします。この直線を縫う時も1センチのガイド線をつけておくと縫いやすくなります。この線の上を縫います。ここも同じように縫います。このように返し口を開けて縫えました。あとこことこことここ同じように並縫いで1センチの縫い代で縫います。同じように1センチの線を引いて縫うと縫いやすくなります。始めと終わりは返し縫いをします。ファスナーのところまで来たら、ここはなるべく細かめに縫いたいので1針ずつ縫います。上から入れて細かい縫い目で上下に刺していきます。
とは同じように5ミリくらいの縫い目で縫います。このように縫えました。縫い代を開いてアイロンを当てます。反対側にも開いてアイロンを当てておきます。まちを作ります。この空いているところから開いて真ん中の線を合わせて留めます。この端から1センチのところを縫います。ここも線を引いておくと縫いやすくなります。ここもさっきと同じように始めと終わりは返し縫いをします。他の角も同じように縫っていきます。このように4箇所とも縫いました。この空いているところから表に返します。ファスナーが開いてないときは開けてから表に返します。手を入れて表側の角をつまんで引き出します。返し口の空いてるところを縫い閉じます。このように半分に折って並縫いで閉じてもいいですが、今回はなるべく縫い目が見えないようにこの字型に縫っていきます。裏側から針を入れて出します。ここも少し返し縫いをして糸が抜けないようにします。ここからこの字に縫っていきます。向こう側をすくって手前をすくってこのように順番にこの字になるように閉じていきます。最後は端からちょっと1ミリ先ぐらいのところで玉留めをしてこんな感じで裏側に刺して内側に引き入れておきます。裏布を内側に入れます。表側にもアイロンミトンやタオルなどを入れてきれいにアイロンを当てます。これで出来上がりです。